ガブもいいけど、やっぱりディオン殿下よ。眠れる王子様、なんてお美しいの。こんな不穏な空の下でもあの方のおそばなら安らかに眠れるわ。どうも最近体の調子が悪くて。この空のせいかもしれないね。無理せずゆっくり休みな。クライブ、あんたの弟どうなってるの？体がボロボロじゃない。もう一人の王子様もひどい状態よ。二人ともしばらくは絶対安静にしてもらうわ。おっと、各地の状況はどうなってる？この空になってからあちこちが混乱してる。協力者たちからいくつか知らせが届いているが、正確な状況までは把握できてない。ガブたちは？自由都市カンベルにはストラスを飛ばした。返事を待ってるところだ。あそこにはミドとロズフィールド卿もいる。3人とも無事だといいがな。そうか、こんな時に限って。クライブ、弟さんの容体も心配だろうが。すまない、大丈夫だ。今は俺たちでやれることをやろう。ああ、こんな時だ。打てる手は打っておかなくちゃな。これまで寄せられた知らせはビビアンに伝えてある。それと語り部に過去の事例を洗ってもらってる。2人から話を聞いて現状だけでも把握しておいてくれ。わかった。やあ、クライブ。いろいろと大変だったようじゃないか。自治領島のことは聞いた。まさかバハムートに破壊されるとは。そうか。お前はクリスタル自治領の出身だったな。祖国に愛着はないが、こんな気持ちになるのは初めてだ。いささか面食らってるよ。ビビアン。何を湿っぽくなっている。今やるべきは状況の整理。そのためにここへ来たのだろう。ああ、そうだ。では講義を始めよう。この先の世界を見据えるために。この薄気味悪い空になってからというもの、各地で異常事態が発生している。これまでも君たちが破壊したマザークリスタルの周辺ではエーテルの量が減少。町の井戸や火事場などに置かれる大型のクリスタルは使用することができなくなっていた。そこに加えてこの空の下では小型のクリスタルすら使えない地域が出ている。世界の終わりだとわめき散らす人々の姿が目に見えるようだよ。だがそれだけで済まないのがこの世の常。こうしている間にも至る所でエーテルだまりが発生、アカシアが続々と出現している。魔法がまともに使えない中で化け物どもがあふれかえるのだ。この状況ではどの国も立ち行かない。属領ロザリア、鉄王国は行政が機能しておらず、ザンブレクは国家中枢が壊滅。ダルメキアはドレイク・ファング消失による混乱から祭りごとを担う評議員たちが遁走。もはや瓦解間近との噂もあるようだ。さらにウォールード王国が機関アインヘリアルを動かしたとの一報も入ってきている。今の世界を一言で表すなら混沌さ。人が長い時間をかけゆっくりと築き上げてきたもの、それがただただ壊れゆこうとしているのだから。混沌。わずかな間に寄せられた知らせを軽く整理しただけでこのありさまさ。国や軍の動きに支障が出ている以上、各地の集落は自衛を迫られる。最悪の場合を想定しておくべきか。それともう一つ、機関を出してきたウォールード王国も気にかかる。
ただこちらは手がかりが少ない。何か進展があれば伝えよう。助かったよ、ビビアン。この空の影響でどこも混乱していますね。隠れ家も同じさ。住人たちを落ち着かせてやらないとな。なんだよこの空、何が起きようってんだ。この空は何なんだ。世界の終わりでも来るってのか。不気味ね。困ったわね。荷物が届かないの。このままじゃ物資が足りなくなっちゃう。こんな空見たことないわ。悲しき竜の声が虚空に響き、麗しき街並みも虚しく消えた。イヴァンが試作した殺し中、匂いはきついが結構いけるんだよな。今日は人が少ないわね。みんな空が気になって仕方ないみたい。おかえり、シド。見て見て、このパンすっごく美味しいの。今ダリミで大人気なんだって。石の剣の人が買ってきてくれたんだよ。こいつはドレイク・ファングパンじゃないか。なんだ、知ってたの？いい匂いだな。何を食ってんだ？このパンすっごく美味しいよ。オットーも食べてみて。なんだこのパン。確かにうまいが、中はスカスカじゃねえか。当たり前だよ。ドレイク・ファングパンだもん。クライブ、自治領から逃げるとき俺を見つけてくれてありがとう。フェニックスにも乗れたってばあさんに自慢したよ。空を飛ぶってあんな感じなんだね。空、変な色だね。ちょっと怖いね。文献を見る限りチョコボはエーテル耐性が高いようです。だから他の生物よりもアカシアになりにくいのですね。古くから世界中で旅の友とされてきたのは彼らのそうした性質があってのことかもしれません。賢く頑健でエーテルだまりにも耐えられる。チョコボほど頼りになる旅の相棒はいませんよ。クライブ、よく来てくれた。ハルポクラテス、この空について何か分かったことはあるか？アルテマを災いと見立て調べ直していたところ、思わぬところでその痕跡を見つけたよ。空の文明に触れた伝承の中にな。太古の昔、人が神に戦いを挑んで敗れ、空の文明は崩壊した。伝承によれば、その時にも神の御業によって空が闇に染まったとある。この空もアルテマの仕業だとしたら、同様の災禍を引き起こしたアルテマも神ということになろうな。神か。神という観点からいくつかの宗教を探ったものの、ここにある書物ではかすりもしなかった。かの歴史学者モースの出力でもあれば何かつかめようが、あれもまた所在がつかめない代物でな。アルテマに関して調べられるのは残念ながらここまでのようだ。すまんな、クライブ。いや、何者かわからないよりはよっぽどいい。神と言われてかえって覚悟が固まったよ。ありがとう、ハルポクラテス。おおよその把握はできたな。一度オットーのところへ戻るか。クライブ、大変だ。どうした？何か動きがあったのか？ああ、悪い方にな。協力者たちから救援要請が来た。マーサの宿はアカシアの大軍に襲われ、ノースリーチには見たことがない魔物が現れたらしい。それにダリミル宿場が
野党に襲撃されたみたいだわ。どこも混乱しているな。石の剣の連中は各地の調査に派遣しちまって、こっちも人手不足だ。クライブ、ジル、お前たちで救援に向かってもらえるか。マーサ、イサベル、ルボル、それぞれに話を聞いて対処に当たってくれ。分かった、そうしよう。支度をしたらすぐに出発しましょう。